はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。いよいよこのヘッドを外して取り替えていきます。作ったヘッドにどうでしょうね。うまくいってくれるといいですけど、なんとも言えないです。まずはこのままではちょっとヘッド抜けないと思うので、抜けたとしてもはめるの大変なのでフロントタイヤ外しちゃいますね。そうすれば比較的簡単にできると思います。場合によってはフェンダーも外しますけど、フロントタイヤ外すかエンジン外すかどっちかだったんですけど、今回車体に乗ったまんまやりたいのでフロントタイヤ外す方向でやっていきます。はい、ではまずフロントアクスル外していきます。フロントタイヤ外してこれだけスペースできればヘッドを下ろせると思います。じゃあヘッドを下ろすのに邪魔なマニホールドと液パイ外していきますね。次は吸気系、キャブ関係を外していきます。この調子で外すべき部品をどんどん外していきます。えらい硬く入ってるな。よし。これでよし。でもヘッドは取れるね。これで外すべき部品は全部外れました。よし。はい、ではシリンダーヘッド入れてみますかね。まずとりあえず入れるだけ入れてみます。いや、入るね。どうでしょう、こんな感じで入りはしますね。ちょっとチェーンかけるのが大変ですね。奥まったところにあるんで、今度はまずギアを全部外しますね。ギア外してで上支点出してチェーンかけるっていう感じですかね。とりあえずそれでやってみるか。
中取ってませんでしたが、一応つきました。めんどくせえ。この整備性の悪さはやばいな。スプロケが少し高い位置に変更されたので、従来のチェーンより長いものを使っています。ただそれでも組み立ての時にはリンクを外してチェーンを切った状態で組み立てるという方法しかないですね。ちょっとテンション高いな。あと半コマ増やすかな。まだ初回の組み立てなのでいろいろと手探りですね。チェーンの長さも微調整がまだ必要となります。テンションがかかってくれりゃいいけど、なんとかかかるか。はい、半コマ、リンク2つ分伸ばしたチェーンで一度仮組みしてみます。テンショナーうまく避けられるといいんですけどね。組み立て方法も模索中です。カムチェーンを通すのに針金を使って中を直接入れた方がいいのではとやってますが、実際この方法はよくありませんでした。やはりもっと全体的に余裕を持って設計しなくてはダメですね。これは次の機会に活かします。半コマ分ずらしました。これで上視点出せますね。これでいざとなれば半コマずつこっちを回すことができるので、こうやって調整していきますね。最初の押した時もまだ余裕があるのでいけると思います。はい、とりあえずは上視点合わせてみますか。上視点の時このアイマークがもっとこっちか半周ぐらいずらさなきゃダメだな。ずつめんどくさいけどマンションね。これでどうだ。よし、ここ今だいたい合いましたね、上視点が。センターギアを上視点マークに合わせて取り付けると。で、上視点に合わせて、で、エキゾーストのタイミングをこのマークに合わせると。で、インレットの位置を合わせると。最後にヘッドボルトを締めて、とりあえず手で回して動作確認してみますが、どうもちょっとぶつかってるみたいですね。バルブとピストンが当たってる感じがします。なのでもう一度分解してピストンを削って調整していきます。こういう作業がかなり続きます。はい、ピストン外して磨きました。明らかにここに当たった痕跡がありますね。この辺に。こっちの方も結構微妙なので、はい、こんな感じでバルブの当たると思われる箇所の図面を作ったので、これ貼り付けてちょっと邪魔なところを削っていくようにします。よし。
じゃあリューターでちょっと削ると。そんなに削らんでもいいと思うんですよね。ちょっと削れば逃げてくれると思います。はい、一応ちょっとだけ削りました。そんなに削らなくてもとりあえずいくと思うので、一旦これで試してみます。一度エンジンに組み込んでバルブ含めて回してみて、当たりを見て問題なければ仕上げて、問題あるようならまた削るという作業を繰り返していきます。正直組んでバラしてっていうのを繰り返すだけなんで退屈ではありますけどね。はい、ピストンのバルブの当たりそうな位置に粘土貼り付けていきます。はい、中に粘土仕込んだので、これでちょっと何周か回してバルブの開け閉めやってきます。じゃあもう一回これ外してバルブの当たり見ます。まあこういう作業が手間がかかるし時間もかかるんだよね。一発で終わっててくれるといいですけどね。はい、何回かの調整でとりあえずぶつかるのはこれで避けられますね。もう大丈夫だと思います。じゃあきれいにして、きちんと組んできます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし、あった。ここだ。蓋をすると。これで OK。そしてキャブをセットと。どっかしら。こんなもんか。あとはフロントアクスルくっつけて片付けたら始動チェックですね。いよいよ。まあかかってくれるとええけどね。せめて小枠。
よし、かかった。ああ、よかった。よし、なんとかかかりました。これで OK です。はい、とりあえずはエンジン始動まではこぎつけました。まだ調整は必要ですけど、一山越えたというところですね。この後、実走行しながら調整ですね、やっていきます。ちょっといくつか懸念事項があるので、それの修正というか確認もしたいですね。まず第一にオイルが回ってるのかどうか。エキゾースト側が回ってるのは確定なんですけど、インレット側がちょっと上り坂になってるので、綺麗に回ってくれてるかどうかが難しいところですね。この辺は確認していきます。とりあえずこの後は走れる程度までセッティングを出していきますね。ちょうど近い日程で久能の方で株ミーティングがあるので、株ではないですが参加させてもらおうと思います。なのでそちらに行ってみました。さて、では久能山に向かって走っていきます。ここまでで一応簡易的な調整は終わったので、なんとか走る状態ですね。無事たどり着けばいいですけど。とりあえずは走りますね。よいしょ、いよいよ150号ですね。ちょっと負荷が大きくなるテストです。壊れなきゃいいけど、ここで壊れんと厄介だな。ここ交通の便悪いから家帰るの大変なんですよね、ここから。リバティリゾートまでとりあえずはまっすぐです。ちょっと振動が気になるな。こんなもんじゃこんなもんなんだけど、あとファイナルが合ってないですね。思ったよりトルクのあるエンジンで上回らないタイプなんで、もう少しロングめにして走った方がいいですね。
いろんな株を見ていると、自分の V ツインの株も直したいと思えてきますね。フリーマーケットの会場も見てみます。なんか掘り出し物があればいいのですが、まあいろいろと面白いですね。大きいもの買うんだったら車で来ないとまずいですけど。一通り楽しんだので、これから帰路に着きます。この後はひたすらセッティングとか微調整が続くと思いますね。走ってみるとやっぱ少し手直しをしたい部分も出てきたので、その辺を調整していきます。とりあえず走行できたということで、このツインカムヘッドシリーズもそろそろ終わりとなります。なのでぼちぼち次のエンジンの準備をしていこうと思います。とは言ってもエンジン本体というよりも、まず旋盤やフライス板の改造という形になると思います。次のエンジンのサイズに合わせて少し一部拡張したいと思っています。なんとか壊れることもなく自宅にたどり着きましたね。今回の動画はこれで終了となります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。